皆さんは通販で洋服を買ったことはありますか？安くて便利だし、特に今は気軽にお家から出られないからなんて画期的なんだって思う方も多いかと思います。私もテクノロジーの進化には日々感心しております。でも一回も使ったことないし、正直今まで、そしてこれからもずっと避けていくと思います。通販によるアパレル業界の打撃は皆さんご存知かと思いますが、気になっていろいろリサーチしてみたら、これはシェアしないとなと思うことを見つけたので、今日はそれについて語ってきます。1年で売上3倍の7500億円を叩き出したシーンっていうブランドを皆さんご存知ですか？こちらは中国のブランドで、今はグローバルで急成長されていて、他のクリエイターやインフルエンサーもご紹介しているので、一度は見たことあるかと思います。実際サイトを見てみると、ほとんどの商品が1000円台で驚きましたね。しかも毎日新しい1000着以上もののラインアップが出ているようで、買えば買うほどお得なディスカウント、ユーザー満足度が高い、学生にとってはオアシスのようなウェブサイトでした。SNS 投稿もポンポンしているから、とにかく若者を引きつけているっていう印象です。広告もよく見かけますし、ケイティ・ペリーなど大物のセレブたちとも契約して、以前は低価格商品は品質が悪く長持ちしないっていう常識がありましたが、最近では人件費を削りオンラインで売ることによって高品質なファストファッションもわりかし進んでます。お店で買うようなデザインの服がオンラインで買える革命は、このデジタルネイティブである Z 世代、1990年代後半から2000年代を狙ったマーケティングアプローチをされています。そんな大成功をしているシーン、気になるのは中国にある本社。これが叩けば叩くほど埃がいっぱい出てきませんよ。どういう経営しているのか、実はこれ未だに謎で、私も調べたんですけど、やっぱ謎なんです。ファストファッションでもデザインには1ヶ月かかるのが普通なんですけど、シーンは1週間程度でデザインを完成させます。 AI が流行を分析して他社とのデザインも真似しながら、毎日大量に新しい商品を棚に並べてます。唯一中国の広州市にある工場を見学したジャーナリストウー・ペイユエさんによると、コストを抑えるためにシーンは派遣社員を雇い、小さい工場や工場化した家との契約をしました。仕事を探す縫製工場や正式な契約がない従業員などがわんさが出てきたそうです。じゃあ従業員はなぜこの最悪な労働環境の中で働いているのか。それは社会福祉制度に登録されていなかったからそうです。あんまりメディアにカバーされていないんですけど、シーンは偽装しているっていうニュースも出てきてます。めっちゃ怪しいんですよ、これが。物流を隠蔽しているだの、児童労働もチェックされてないだの、隠蔽だらけのブランドでした。これを知ったのは割と最近調べてからなんですけど、やっぱり人や環境に多大な犠牲を出しながらもらうもの、買うものではないな。不買運動を起こそうとは思ってないんですけど、全然。でも自分ができることはバックグラウンドチェックをすること、自分との価値観が合わないところには支援しないことだなって思ってます。では長持ちしない怪しい工場で作られた洋服はどこへ行くのか。ネットで投稿されているシーンのレビューを見ると皆さんわかるかと思うんですけど、理想と全然違うものが届いたっていうクレームの声を上げている人が結構多くて、使い捨てのように買っては捨てられ、そして結局はアパレル業界の大問題へとつながってます。年間1億トンものの洋服がゴミ埋め立て地に捨てられます。そもそもアパレル業界は温室ガスとか水の使用量が半端なくて、環境負荷を与えてるっていうのは結構あちこち書かれてるし、ドキュメンタリーもきっとたくさん出てるでしょう。だからこそ今は特にリサイクルできるものだったり、サステイナブルな素材で作られたもの、ずっと使えるように大事に保管する方も多いかと思います。でも C のようなファッションは質より量、大量生産と大量消費を貫いているので、耐久性の低い商品も多く、変化し続けるトレンドを追う若者たちと相性抜群なプラットフォームなんです。でも同時にコストを削る分、環境問題と労働問題に深刻な影響を与えています。いろんな社会問題の話して、じゃあ彼何を言いたいんだって皆さん気になってると思います。買う人が悪いとでも言いたいのか。いや、購入者が悪いとは私は思ってません。
最新の洋服を買い続けないと流行に乗れないと若者を思い込ませる社会の風潮か、金儲けのために有害物質を見逃す経営者側か、劣悪な労働環境と最低賃金で人を雇い続ける工場か、その工場以外での働く場所がない選択肢が限られている作業員のせいか、指させばキリがないし解決に導かないです。だいたいそう、誰のせいにしても解決にはならない。でもファッション業界の現実を受け止めて、その知識で何にお金をかけるべきなのか、あなたは何を価値があるものだと判断するのか、改めて考えるきっかけになればいいなと思っています。難しいところです。私もクローゼットの端から端までサステイナブルなものばかりというわけでは全くないし、ファストファッションに限らず高級ブランドもこういう位置からの問題があります。そしてこの論文並みにリサーチされた動画を出すことによって、じゃあネット通販で買うなんて言いたいのかって強要しているって誤解されたくないんですけど、私はふと気になって調べた結果、どんどん不都合な真実が波紋のように広がってたのを見て、これはもっと明るみに出るべきだな、アパレル業界の可視化につながればいいなと存ずるところです。もともと私は学校で環境問題とか労働問題についていろいろ勉強してきて、もちろんアパレル業界に限らないんですけど、こういうフェアトレードとかの勉強してたからずっと気になってたし、特に日本ではあんまり教わらない、浸透してないトピックだなと思ったので、少しでも認知度が上がればいいなって思ってます。結局は自分のお金だし自己判断だから、一人一人の考え方、行動に最終的にはなってくるんですけど、やっぱり大変だよね。格差がある限りこの問題は解決されない。いや、I don't know if it's gonna get any better, but you know, it's better to know things than to be ignorant. So I hope I can use this platform to raise awareness and remind you that there are things behind the scenes going on that seems like the perfect deal. 安いものほど怪しいものはないんです。今日はアパレル業界の闇をいきなり暴いてみたんですけど結構長い間問題視されてるからね。一人でも多くの人が気づくきっかけになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。バイバイ。